こちらのニット生地を使ってフレアスカートを作りたいと思います。私がアパレルメーカー勤務時代に培った技をですね、皆さんにお教えしたいと思います。こんにちは、あけです。今日はですね、こちらのニット生地を使ってフレアスカートを作りたいと思います。簡単で綺麗にできますので、どうぞ最後まで見てやってみてくださいね。それでは早速作り方の方をお伝えしていきます。まずは型紙の説明からです。型紙といっても本当に簡単なものですので、長方形のものをですね、斜めに線を引いただけのものになります。まず長方形のサイズなんですけれども、スカート丈プラス6センチ、M サイズだと81センチ、81センチ×横幅が40センチの長方形のものを用意しました。ウエストの中心部分2センチ下がったところから脇までこう緩やかなカーブになるんですけども、このウエストの寸法っていうのはヒッププラス10センチの4分の1のもの、 M サイズだと25センチですね。25センチがこの幅になります。前後同じパターンを使いますので、こちら輪になっています。反転させると1枚のスカート、もう1枚反転させたものを後ろスカートっていう風に2枚取ることになります。そして裾の部分ですね、3センチ上がったところ、フレアスカートですので斜めになっているので、横は前中心より少し長くなりますよね。なので3センチ上がったところからですね、緩やかなカーブを描くといいです。でこれをカットしたものが型紙になるわけです。このウエスト2センチ下がったところ、この緩やかなカーブですね、これがお腹をすっきり見せるデザインになりますので、こちらで裁断していきます。詳細のパターンは別紙でわかるようになっているので、そちらも参考にしてください。次は裁断していきます。ウエストベルトから裁断していきます。ベルトのパターンは作りませんでしたので、生地の方に直接書いていきます。ファスナーのつかないゴムベルトの簡単なスカートなので、ゴムの寸法ですね。ゴムはご自身のウエスト寸法マイナス7センチのものを用意します。ベルトの長さなんですけれども、ヒップが入ればいいので、100センチマイナス2センチ98センチに設定します。そして幅はですね、ゴムをくるみますので、ゴムは 25mm 幅のゴムですね。ダイソーとかでも売ってるこういうのです。25mm 幅のゴムなので、それをくるんでゆとりを持たすと98センチの長さを8センチ幅でカットします。この8センチ幅っていうのは生地の耳を利用した場合です。生地の耳を利用しない場合は、片方の縫い代分1センチ増やして9センチの幅にしてください。でベルト遮断していきます。ここでですね、重要なのは印付けなんですね。前中心と後ろ中心と両脇に当たる部分に印をつけていきます。中心ですね、49センチのところに印をつけます。脇から縫い代を取った分の半分ですね、脇に当たる部分なので、そこに印をつけます。中心から24センチのところですね、ここが脇に当たる部分です。脇、中心、脇から24センチのところ。このウエストベルトはですね、ゴムを後から通すのではなく、先にくるんで縫い付けちゃいますので、その方法がすごく簡単で綺麗な方法ですので、ぜひ見ててくださいね。あとはスカートの部分を裁断します。ニットの生地を両端を輪にして真ん中で合わせて綺麗に整えました。ここが輪ですので、端っこの輪に合わせて1枚のスカートを裁断していきます。でこのヒョウ柄のニットの生地を選んだきっかけなんですけれども、ザラでヒョウ柄のかっこいいスカートを見つけまして、かっこいいなと思ったんですね。でもそれちょっと大人女子には着こなせないなと思って、それならもう作ってしまおうと思いましてね。
もうちょっと自分にも似合うようなシルエットで作ってしまおうと考えたわけです。でザラのだとレーヨン 100% だったりするんですけども、自分で選べばね、こういうウールコンのあったかい生地のものも選べます。そしてこれぐらいのヒョウ柄だったらチャレンジできるんじゃないかなと思って選びました。1枚を裁断しました。真ん中のですね、ウエストに当たる中心にですね、印をつけておきます。そしてもう片方裏に当たる部分ですね、こちら裁断していきます。ニットはですね、すごく生地幅が広いんですね。なので単価がちょっと高いなと思ってもベルト部分がありますので 1m でスカートができちゃいますので、かえって割安になってくるかと思います。こちらも輪になってます。すべて縫い代込みの型紙になってますので、型紙の際を切っていきます。中心印をつけます。はい、これで裁断終わりましたので、あとは縫製に入っていきます。ミシン掛けの方に入ってきます。ゴムベルトの方にもですね、ウエストの中心と脇の部分印付けをしておきました。それでそれぞれのゴムとウエストの方の切れの方ですね、これを輪っかにして縫っていきます。ゴムは 1.5 センチくらい重ねて縫います。ゴムの縫い方なんですけども、 N の形に縫うとそこの部分も開くようになりますので N の形に縫っていくといいですよ。ここでですね、 N になるように斜めに縫います。こうするとですね、縫い付けた部分もしっかり伸び縮みしてくれるわけです。生地の方のベルト部分、こちらも輪っかにします。両方とも輪っかになりました。そしたらですね、この縫い付けたところを後ろ中心にします。後ろ中心でゴムも一緒にピンで留めます。で、先ほどつけた印のところですね、脇の部分とゴムの脇の部分、分かりやすいようにゴムの両面、生地の両面に印付けをしておくといいですね。脇の部分合わせて待ち針で留めます。ゴムと一緒にです。こういう輪っかの状態になってます。で、これをですね、ギュッと伸ばしながら一気にゴムと布の真ん中をですね、ミシンでステッチかけちゃいます。ここ重要です。待ち針で留めたところ持ってミシンの後ろから手を回してギュッと引っ張って縫っていきます。これがですね、アパレルメーカーの画期的な方法なんです。一周駆け上がりました。で、これは置いといてですね、脇を縫っていきます。スカートを中表にして脇を縫い代1センチのところで縫っていきます。もう片方の脇も縫っていきます。ミシン糸なんですけれども、ニットの場合下糸だけでも伸びる糸、ウーリーシーとかあるんですけど、それに変えるといいとニットの生地屋さんがおすすめしてくれました。スカートの場合ね、それほどストレッチギューッと伸びるっていうこともないんです。パンツの場合は下糸は必ず伸びる糸にした方がいいと思いますね。両脇縫いました。そしたらですね、脇の縫い代なんですけれども、ジグザグミシンをかけるために一度直線縫いで端から 1mm くらいのところにステミシンかけていきます。粗くていいです。ロックミシンをお持ちの方はね、もちろんロックでかがればいいんですけれども、ロックミシンがないという場合はこの方法でできます。直線縫いを1本縫ってからジグザグをかけると縫い縮まらなくていいのでね。1本かけました。1本こうステンミシンを直線縫いで端の際にですね縫っただけです。これをですね、今1箇所やりました。4箇所同じことをやっていきます。今ですね、ステミシンをかけたところにジグザグをかけてきました。裾にもですね
捨てミシンをしたところにジグザグをかけました。このやり方ですとね、ロックミシンがなくても結構綺麗にできますよ。そして先ほどの輪っか状にしたゴムベルトとスカートをくっつけていきます。中表にしてですね、ベルトの一方を耳で裁断してますけど、耳じゃない方の生地端をスカートの印と印を合わせてですね、中表にくっつけていきます。まず印を合わせます。後ろ中心ですね、ピンで留めます。そして脇ですね。脇と脇ですね。で、次は中心と中心を合わせます。これで4箇所留めました。これでですね、またこのゴムの部分を伸ばしながらくっつけていきます。縫い代1センチのところを縫っていきます。伸ばし方なんですけど、先ほどと同じようにピンで打ったところを手前の手で持ってミシンの後ろから手を回し、キュッと伸ばしながら縫っていきます。ウエストベルトがつきました。これでですね、スカートとベルトをつけたですね、縫い代をお腹側に倒して耳の端の部分をですね、上からかぶせて表から縫っていきます。この際ですね、落としミシンですね、このベルトとスカートの間の縫い目、ここを縫っていきます。縫い代をお腹側に入れます。これを表からピンで打っていきます。で、表から待ち針を10センチおきぐらいに留めました。これでですね、最後のミシン掛けしていきます。すべてね、ゴムを伸ばしながらミシン掛けするっていうのがポイントになってきます。出来上がりました。これで完成です。ウエストの内側このようになってます。あとはですね、裾を手でまつっていきたいと思います。3センチの裾上げですね。ミシン掛けもありなんですけども、手でまつるとね、一気によそ行きな雰囲気になりますので、これはですね、テレビとか見ながらチクチク手まつりがおすすめです。裾上げ3センチのところでですね、待ち針を打っていきます。これで手まつりしちゃいます。手まつりを入れてもね、30分から1時間で簡単にできると思いますので、やってみてください。ミシン掛けよりは綺麗ですね。できました。ウエストはこんな感じにできてます。ザラからヒントを得て、モデルしか似合いそうもなかったスカートをアラカン女子にも似合うようなスカートができました。ショートブーツにも合います。作ってみてくださいね。また見てください。